林です。では今日はですね、弓の毛のお話をしようと思います。弓の毛っていうか、普通の、白の馬の毛と、この間から約半年間使ってきた、ナイロン毛、人工弓毛ですね。これを使っていてどうだったかっていう感想を、半年ぐらい使った上での感想を言おうと思って、皆さんも気になってると思うだろうからね。それでちょっと投稿しようと思ってる次第です。でですね、どうだったかというと、変えてみてよかったです。面白かったです。面白かった。で、今、なんていうのかな、コロナ禍で我々はね、演奏でオーケストラの仕事っていうのが全部なくなっちゃったんです。で、8ヶ月なかったんですけども、8ヶ月仕事は全然なかったんですね。で、演奏業がなくなってった頃に、ナイロン弦に変えたんですよ。ちょっと面白そうだなと思って。で、その8ヶ月間仕事がないということは、オーケストラの仕事がないということは、伴奏の音を出さなくてもいいということにもなるんですよ。ということは、ソロを弾くような音を普段弾いてても問題にならないっていうことなんですね。その上で、私たちが普段使っている、ほとんど全員が使っている馬の毛というのは、柔らかい音が出ると思うんですけども、それに対してこのナイロン弦っていうのはね、キレがいいので、音色、かっこいい音っていうか、スピードがあるような音、スピード感のあるような音が出やすいんですよ。すんごく弾きやすい。だからチェロのバッハの曲とか無伴奏とかああいうような、音色を問われるような音、スピードが出る音がね、出しやすい。ちょっと今これじゃあんまり弾けないんだけど、例えばでもガリって弾きやすいですね。使う量とか見てください。手の動かす量がちょっとしか動かないの分かります？これが人工弓毛。すごく軽くて弾きやすい。軽やか。に対して今と同じような状況で、普通の毛を弾くとなんかキャーキャー言うの分かります？で、何が違うかというと、ナイロン弦だと引っかかりがいいからすぐに音が出るんです。ほんのちょっとやるだけで軽く音が出る。に対して、この普通の毛はもっと引き込まないと、弓をね、もっと引き込まないと、弓をね、動かさないと、深く取らないと音をしくじるんですよ。ナイロン弦だと、これぐらい。で弾いてても音になるんだけども、全然音にならないでしょ、これ。これを普通の弓で、馬の尻尾で鳴らすとすると、という感じで、結構引き込まないとしっかりした音にならないんですよ。という意味でナイロン弦はとっても楽に弾けたので楽しかったです。その代わり楽に弾けるということは、弓の重さをそんなにかけなくてもなるということですよね。重さをかけることが反対にできない。音が荒れちゃってできないんです。なんだけども、普通の馬の方を
はなってるのわかります？これが馬に対して、同じような曲をやろうとしたときに、ナイロンの方だとどうなるか。軽いんですよ。なんでの軽いの分かります？深いなりっていうのがやっぱりならない。ということですね。感想。このナイロンの毛の方は非常に軽くなったので、音色を遊んだりとか、スピードがあるような曲をやるのにとっても良かったです。というか、音色を増やす、今までよりもカリッっていう音が出しやすいので楽しむことができました。ということで、コロナ禍の間、いろいろ音を探すという意味では、これナイロンの毛は良かったです。だけど、私たちがオケでやる、オケやったりとかするじゃないですか。その時に軽い音を求められるんじゃなくて、深い音を求められます、割と。という感じで、深い音を出すにはやっぱり弓の毛が必要。で、オケ全体としてもあったかい音を求められるので、やっぱり馬の毛の方がオケとしてやるにはいいと思います。だけど、音色を作っていくというか幅を増やす、かっこいい音、いろんなことをチャレンジするんだったらナイロン弦を、しばらく弾いてみるといいと思う。見るのも、成長になるかと思います。ただね、私がね、ナイロンをやっていたおかげで、弓の返しを安易にするようになって、キャーキャー音をしくじるようになったので、私は統一して弓の毛でもう行こうと思います。でも、ナイロン弦もすごく楽しかったので、深いなりとかそんなに必要がない人、マイクを使うとか、また別の用途で使う人は、ナイロン弦は結構楽しいかもしれません。簡単になります。ということで、どっちも良かったし、やって良かった、変えて良かったと思います。だけども、変えた結果、私は海の毛に戻します。ということで、レポートでした。参考になさってくれればいいかと思います。よろしくお願いします。